トレーナーと1週間程度ゲーム付けの生活を送るために自分の予定を管理しているドリームジャーニーに確認しようとしたら当然の権利のようにドリームウミウシ化しているところを発見したがそれがドリームウミウシ本物でさすがに困惑するオルフェーブル。これを見よ。どうしたの？世の進化より進物があった。そうなんだ。許す、見よ。どれどれ。これはゲームかな？その通りだ。タイトルは大暴君か。やっぱり主人公はオルフェーブルなんだよね。無論だ。舞台はトレセン学園編から始まり全国編を経て世界編へと移行する。規模が大きいね。最終的には大銀河編まであるらしい。どういうこと？貴様、まさか世の波動が地球程度で終わると思ってはおらぬであろうな。ちょっと待ってオルフェーブル、その前にこのゲームってどういうゲームなの？オルフェーブルの野望を以前に制作したものの新作でな。ってことはこのゲームも地域制圧型シミュレーション？世がトレセン学園に転校してきたところから物語は始まる。立ちはだかる者どもを圧倒的な実力を持ってレースでねじ伏せ進化とする。なるほどね、戦って勝って仲間を増やすんだ。そして全国の強豪も蹴散らしやがて世界を滑るのだ。学園編から始まるってことはこれは大番長モチーフだな。全然そうでよかった。制作にドボ先生が関わってたら元ネタ以上にやべえことになる。やり込み要素もあるようでな。貴様がこれをプレイしろ。なんだ？まさか世に意見か？オルフェーブルがもらったならオルフェーブルがプレイすべきでは？愚物が。そこまで言われるの？大事なのは進化の思いに応として答えることだ。つまり？プレイすることが大事なのではない、楽しむことが大事なのだ。貴様がゲームをプレイし解説しろ、世はそれを眺めている。それに貴様の方が世よりもこの手のゲームに長けているであろう？それはまあそうかもしれないけど。であるならば。このゲームを最大限楽しむには貴様がプレイする方が適切である。一応筋は通ってる気はするな。世と一晩中寝ずに過ごせる栄誉を授けるのだ、嬉しかろう？待って待って、どれだけ時間かかるゲームなの？正確な時間はわからぬがキャラクリ制覇のために周回を重ねる必要があると言っていた。とはいえ安心せよ、1週間はかからん。一晩どころの騒ぎじゃなかった。あれ？でもそうだとすると。どうした？オルフェーブル自身の予定はどうなの？しっかり確認した？その様子だと確認してないみたいだね。構わん、これは最優先事項だ。それはダメだよ。ドリームジャーニーに予定を管理してもらってるんだから自分でやりたいことがあるなら自分で確認しないと。些細なことならいいけど家族での予定とか入ってたらさすがにすっぽかせないでしょ。ほら、とりあえず確認してきなよ。それで大丈夫なようなら俺の予定とすり合わせて大暴君やろうよ。現地は取ったぞ、出直す。はいはい。言ったか。今のうちに断続的に予定を入れて長時間ゲームできないようにしておかなきゃ。姉上の姿が見当たらん。電話にも出ぬしレインも既読にならん。あの姉上らしからぬことだ。まさか姉上の身によからぬことが？杞憂だな、それこそあの姉上にはありえぬ。こうなったらしらみつぶしに学園内を探すだけよ。あそこにいるのは、ドリームウミウシ。そうか、これで合点がいった。ドリームウミウシ化していたゆえに世からの連絡に反応しなかったのだな。ひとまず安心だ。おっと、こうはしておられぬ、予定を確認せねばな。姉上、世の予定について確認したいことがある。ウミウシ化を解除してくれ、急ぎの要件だ。世の言葉に対して返事がないだと？どうした姉上、今日はいつも以上にウミウシ化の深度が深いな。そのままでは話にならぬぞ。話してくれれば世が力になってやるゆえ。いや、おかしい。明らかな違和感がある。なぜ今まで気づかなかったのか。姉上がウミウシ化しているのであれば絶対におい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 とむせび泣いているはず。なのに無言とはどういうことか。そうか、わかったぞ。貴様、姉上ではないな。何のつもりだ？
世の姉上に擬態するなど世に対する不敬であるぞ。おい、なんとか言ったらどうだ。やあ。びっくりしたよ。めっちゃぬめってしたよ。やはり姉上ではなかったがこのぬめり具合は馬娘ですらないな。だんまりか。ならば世の暴君愛で見通すまでよ。暴君愛発動。ふむ。こやつの正体は、ドリームミウシ本物、だと？姉上じゃなくてうねうねだったってことかよ。動きがキモい。動きに対しての移動速度が速すぎる。まあ馬ミウシだからな。いや、これだけではまだわからぬ。もっと詳しい情報を読み取らねば。ドリームミウシはドリトレウミウシを好み基本的に常に動き回っています。ドリームミウシは意中のドリトレウミウシに餌を食べさせて喜ばせてあげたいのでドリトレウミウシの餌場の餌をすべて駆逐します。どういうことだよ。そして意中のドリトレウミウシを見つけるとドリトレウミウシの危険を陰ながら排除したりドリトレウミウシの群れ、ドリトレウミウシは群生です、の仲間に陰ながら挨拶や警告や贈り物をするなど極めて遠回りなアプローチで求愛をします。遠回りなのでドリトレウミウシには基本的に通じていません。姉上と同じじゃないかよ。めんどくさい生態してんな。なんでトレーナーまでウミウシになってんだ。マジでなんなんだよ。姉上の開墾が生んだ怪異とかかよ。他に情報は、またドリームミウシにはドリトレウミウシに直接対面すると逃げる習性があります。そのせいでドリームミウシの繁殖率は極めて低いのですが個体が極めて強いので絶滅が危惧されていません。危惧されてないのかよ。ドリトレウミウシにアプローチが通じてないならそや繁殖率低いのも当然だわな。これ群生のドリトレウミウシがドリームミウシが好き、追いかけようって群れをしてないと繁殖できないってことだよね。ちょっと純愛すぎやしませんか？ドリームミウシの求愛が下手くそすぎる。聞き慣れた BGM。ドリームミウシは個体として完成しているため本来繁殖の必要すらありません。ならなぜ求愛をするのかは謎です。なぜ求愛方法が死ぬほど回りくどいのかも謎です。個体が極めて強いので絶滅が危惧されていませんとかまるで究極生命体みたいな解説だよ。残念な生き物辞典に載ってそう。オルフェーブル様。姉上様が保健室で伏せっておられます。すぐに保健室までお越しください。姉上が倒れた理由は？正確にはわからないのですが。構わぬ、断片でも情報は情報だ。姉上様はクリスマス、大晦日、お正月特門の表情で上事のように繰り返している状況です。そうか。世もすぐに駆けつける、下がれ。はい。こやつが何者かこれではっきりした。貴様は姉上がトレーナーと年末年始の予定をまるで組めなかった開墾から生まれた悲しき姉上の生き量だったのだな。ならば世は見逃そう、思うままにうねうねしつつ繁殖の機会を狙うことだな。いや、これ放置されても困るだろ。クソデカウミウシが体育館の床にダイレクトにいるのはなかなかのホラー。探せばどこかの干渉に似た新種がいそうな気がする。ちなみにウミウシは雌雄同体なのでドリトレウミウシに産ませることも。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。